2003年にもういわゆる不定収束というか自律神経症状みたいな感じで、そのデスクに座っててももう背中が凝って息が苦しくて座ってられないと、自律神経失調症ということで心療内科の受診を勧められて、納得せざるを得なくて飲んだ薬がなぜかもう3日ぐらいで消えちゃったんで、また働いたろうっていうようなことで働こうとしだしたぐらいからどんどんおかしくなってきまして、2003年の3月に受診して、もう年末にはもうね、寝起きに首がとにかくムチ打ちのように痛いっていう症状とか、いろんな症状が増えてきまして、で1年後にはついにちょっとその心療内科でこんな薬飲んだらもうちょっと頭おかしくなるんじゃないかっていうなんか直感で思いましたんで、減薬したいということを先生に言いましたら、じゃあ徐々にやっていこうかっていうことだったんですけども、当初は要するにそれなりに初めはちょっと蓄えがあったんですよ。でそれで実家というと僕の面積の家なんですけど、に両親が住んでるんですけど、最初ねもう父親にお風呂入れてもらってたんです。風呂自分で行けないんで、体洗ってもらったんです。自分でこう洗おうと思っても手が近くていかないんですよ。じゃあお父さんと一緒に入って、それももう毎日入るっていうのが、もうお風呂のこの熱気とか湯気っていうのが数分耐えられないで、週に1回っていうのは汚い話ですけど、ずっとだからもうそれパジャマみたいな服でなかったら、こういうね服がねこう締まる服だとね、ものすごく恐怖心を感じるんですよ。なんか神経がエラーを起こしてるのかわかんないんですけど、だからもうT シャツとかトレーナーとかのこういう襟とかこの全部切って挟みで、変な感じですごいなんか温度もおかしいんですよ。じゃあ食事も母親が最初はなんか離乳食みたいなものしか入らない時期もあって、それは嚥下できないんですか？嚥下も難しい時ありましたね。もう窒息しそうになったりとか、息をうまく吸うとかうまく吐くとかできないんですよ。でそこの兄弟のとこをですね、救急車に何回か来ましたけど結局返されるんですよ。いろいろ脈拍取ったり心臓見たりしても何の異常も出ないんです。これ何を言ってはるんですかって言って、明日まだ精神科に行かれたらどうですかって言われて、もう呼吸困難感とか、もう体中の凝りとか、もう立ってられないほど凝りってとか。それは最初に起こった原因がわからないっていう症状で、そこにプラスで部位もどんどん薬を飲んでから部位も移動して変わってきたりとか。で痛みの部位ですか？痛みの部位、凝りの部位、でもともとその倦怠感とか体の頭重感とかそういうのありましたけど、で脳脊髄減少症とかいう診断も実はそう下されてるんですけど、斉藤さんは痛みも当時ねあったんですよ。もう伊藤先生に会う時にはほぼなくなってました。そこはクリアなんとかできてたんです。その線維筋痛症って厄介なのが、大抵が抗精神薬しかないので選択肢が、病院に行くとかあとなんかこうペインみたいなとこ行って、麻酔とはいかないですけど、ちょっとこうきついのあると本当にオピオイドみたいな売ってる人もいるみたいですよ。ああいう眼性疼痛の人に使うようなものとか、そういうのしてもね、なんかやっぱりその減薬っていうのをやりだすとまたいろんなこれねもうすっごいよくわかるんですよ。すっごいわかるんですよ。今苦しんでるものとは別のものが減薬で出てきてしまうんで、顎はずっと動くし、で息がなんか入ってこないんですよ。吸っても吸っても入ってこないし、吐き出すのも難しいし、だからある姿勢にずっとなるんですよね。で狡猾感があるんで、
こういうペットボトルにもう満タン水を入れて5本ぐらい置いていってるんですよ。それもね、僕の場合もうギンギンに冷えたのでなかったら、この辺がホットフラッシュでやけどするが熱いんで、ずーっと止め続けました。でも汚い話ですけど、ベッドの横にずっとバケツを置いて、もうだからずっとおしっこしっぱなしでずっと飲んでって、だからそういう状態多分入院とかさせてもらえないんじゃないですか。そんなのを管理する病院があるのかどうかわかんないですけど、で僕はまあそういうとことはもう縁を切ってたから、そういう病院にも一度だけ行きましたけど、で一番ピークの時は「これジスキネジアですね」って言われましたけど、なんかアキネトンとかっていうわけのわからん薬を毒を持って毒を刺す方法なんですよとかなんか言ってましたから、アホみたいなこと言ってんだと思って車椅子で行きましたけど、その時は。その時セラピストみたいな人に訪問してもらって、ちょっとヒーラーみたいな人、その人に押してもらって行ってたんですけど、で無理やり自分で切ったんでね、最後は。じゃあそういう状態だったのが、まあいわばご両親とおいくつぐらい？もうだから70超えてますからね。じゃあ70超えた。もうこんなね、40超えた、独身男性がね、男がね、両親にその世話をさせてるとかっていうその情けなさというか、これ逆にでも配偶者いなかったらよかったと思います。じゃあ今一人暮らしを、いつから始められたんですか？年明けすぐからですね。じゃあ一人暮らしを逆に自分のこと生活は自分でできるぐらいに回復したってことですね。そうですね。特に生活一人でやるのに困ったりはしてないんですか？まあ今までやっぱり立ちくらみってやっぱりありますよね。それと首の硬直っていうのを今自分のテーマでやっていってるんですけど、ちょっと休めば回復はするかなっていう感じになったんで、当初来た時とは随分変わってきましたけど。伊藤先生は何をおっしゃったんでしたっけ？もうジスキネこれはジスキネジア系だねって言われましたね。つまり薬やなっていうことなんで、何度も違うアプローチで聞いてたんですけど、先生がもう全然ブレずにグッとこうシール入る時にそう言われたんで、やっぱりそうだと。ジスキネジア系だよね。そうですか。方向性に引っ張ったり。それまではやっぱり方向性決まらないとどう戦うっていうか、どうアプローチしていいかは分からないですよね。本当に何か分からないと余計に怖いし。でもそこまでなんで毒の信頼できたんですか？やっぱりね、十何年やってくるとね、何が本物かっていうのを、僕もね見極める力がもともとあったわけじゃないですけど、ほんまに限りなく本物に近いような偽物の治療院も多いんですよ。偽物っておかしいけど、十何年やってくるとっていうのはその治療院の人と連絡を取ったりね、いろんな方と関わったりしてくると、何件ぐらいの病院治療院もう治療院やったら100件超えてますよ。連絡もう1回だけで辞めたとことかやったら、まだ歩ける時はちょっと寄ってみようかとか、で東京にも泊まりがけで治療行きましたし。病院は早い時期に行かなくなったんですか？病院はもう1年目で見切りをつけたんですけど、辞めても離脱症状が出るから仕方なく飲んでるという感じなんで、主治医との関係ももうそういう向こうは認識というか雰囲気でも分かると思うんですよね。あんま言わないんですよ。で自分で薬を調べまくって、もうより副作用の弱いものに切り替えていこうというふうな意図で喋るんですけどね、それちょっと喧嘩だと思います。なんでそんなに言うんですかって言って、自分から薬指定してくるんですかっていう感じ、なったこともありましたけど、ちょっと転院してみたりで、ああいうちょっと不定収束外来みたいになるとちょっと診療内科系になるんですけどね、ああいうところ行くと結局先生によって診断名が全然違ってくるんですよ。それがちょっと不可解でしたね。最初はだから、症状だったんですよね。最初は症状でしたね。でもね、今となって思えばあの程度の症状やったら病院に行くべきじゃなかったなっていう思います。じゃあ病院に行ったこと
は引っ張られていったわけじゃなくて自分が行ったわけだから、結局そういうことですね。そこに関しては、どもうの受け入れるしか仕方ないですね。当時はもうそれがベストだと思ったんで、いろんなところに行って病院しかないって初め思ってましたから、全く知識なかったですしね。でも今も多くの人はそうでしょうかね。だからそういう人がいたら止めてあげたいですよね。止める権利ないですけど、真実を知ってれば他に選択肢があるというか、いくら時間かかってもそういう薬物を脳に入れてしまうということをさえしなければいくらでも可能性あるとは思うんですよ。後々苦しむ必要もないし。ただ僕こんなん言ってますけど、別に普通にやめて終わってる人もいるんですよ。どれぐらいの量を飲まれたかとかわかんないですけど、で一概に言えないというか、僕はそういう風になるタイプだったんやなっていう感じですね。で結局それを、自分でいい状態にしていくために、自分でやるしかないんだよっていうことを、伊藤先生は指導してますから、どういうただやっぱり形で。自分でって言われましたけども、あんな状態では本音で言うとやりようないんですけど、やっぱりね、僕にとってはそのシールのポイントを初回に示してもらったと。でこの DVD 何回も見てねって言われましたけど、もうその一日中何回も見ました。何回も見て、日によって場所が移動してないかとか、ほんでポイントが合ってくると、突然スッとこうなんかこう昔気候とかやった時にそういう状態、自律神経がポンとこう頭に通ってくる感じっていうのがあるんですけど、気が通るというか、そういう場所がなんか分かってきて、だんだんそれと指示調整を当時自分で読もうってできないから四六時中ずっとこうやってし、で寝てまた起きて延々で DVD 見て、っていうのもやることないんで、ずーっと一日中 DVD を流して、あの日のやつを、それが2年3ヶ月ぐらい前ですね。そうですね、一番最初はそうですね。そっから自分で調整しだしたんですよね。したでと同時に勉強会に出だしたんですよね。翌月から出てましたけどね。そうですね。でもこれいけるぞっていう手応えありましたね。克服する材料があるっていうのはいいことですよって、そんなんなければなんで生きているんであるわけって言われたんですよ、って言われたのが一番もうなんとも言えん気持ちになりましたね。それはやる気ってことですか？やる気というかもう希望というか、ここまでしてもらえるってことは今までありえなかったですしですね。この間のこの苦労というか戦いを生かして、これからどういうことしていきたいってなりますか？そうですね。やっぱり先生言われているように、別にその薬害だけに限らず何か役には立てるものはあるかなとは思ってますけど、大きいことはできないですけど、だから人の役に立つことをしたい、まとめること